こんにちは、猫倉理恵と申します。このチャンネルでは38歳で一年発起し、1年で82キロから24キロのダイエットに成功した私が、続けられるダイエットをモットーに健康的な生活のコツをシェアしています。元来偏食、大食い、大酒飲みだった私が健康的な食事へとアップデートし、運動嫌いなのに4年以上タクトレを習慣化している方法などをありのままリアルにお伝えするチャンネルです。今日の動画はダイエットをしたいのに毎日忙しくて運動する暇がないという方必見です。わざわざ運動時間を作らなくても日常生活を一生懸命やっていたら消費カロリーは十分に稼げるのではないかというテーマでお送りします。私はもともとダイエット前から家にいる時は歩数が数百歩という省エネな暮らしをしていたので、ダイエットを決意した時に意識して運動を取り入れるようにしました。小学校の頃から体育の授業をサボることに必死だったので根っからの運動嫌いですが、38歳からでも新たに体を動かす習慣を作る工夫と努力をしました。そういう経緯があるので、ダイエット開始から4年経ち5年目となった今も習慣化したタクトレのルーティンは続いています。だいたい毎朝朝ヨガと軽いエクササイズをして、ウォーキングやエアロバイクを30分ほどする、トータルで1時間から1時間半かけて運動しています。普段私は在宅で仕事をしていて一日中デスクワークをしています。それもあって日常的に移動距離も少なく座りっぱなしになりやすいので運動不足になりやすい生活をしています。そのためこうしてわざわざ1日の中で1時間や1時間半の運動の時間というのを決めておく方がライフスタイルに合っています。ただいろんな事情でわざわざ自分のために1時間以上の時間を確保することができないという方もたくさんいると思います。そもそも毎日ヘトヘトで運動する体力も気力も残っていないという方も多いですよね。運動する時間が作れないからダイエットができないと思って諦めている方へ、わざわざ運動時間を作らなくても日常生活を一生懸命やっていたら毎日1時間運動するくらいの消費カロリーは十分に稼げているということをお伝えしたくて、運動ができないから自分はダメなんだという引け目を感じなくても大丈夫、ダイエットはできるということをお伝えできたらと思い、自分を使ってとある検証をしてみました。今回はその前編となりますのでどうぞご覧ください。この日は前日までかなり仕事が立て込んでいて、気がつけば家の中がごちゃごちゃ雑然としている日でした。我が家には猫が3匹いるので毎日掃除機をかけないと床にふわふわの綿毛が溜まってしまいます。そのためロボット掃除機は必須なので毎日稼働しているのですが、物陰や隅っこに溜まった毛玉やホコリを取るために週に1回は人力で掃除機もかけています。こうして動画だけで見ると一見綺麗に見えるかもしれないキッチンも実は水垢や汚れが溜まっている状態でした。そんなわけで今日は毎朝のタクトレルーティンを休んで、朝ごはんを食べた直後からじっくり家事に取り組むことにしました。今日は掃除機がけだけではなく拭き掃除や溜まっていた郵便物、不要なものの整理も必要な日です。日頃デスクワークでずっと座っているけれど一日中家の中を動き回る予定です。まず朝ごはんをしっかり食べてから始めます。この日はパンを使って朝ごはんを作ることにしました。よくパンは食べても太らないんですかと聞かれることがありますが、適量を守れば問題ありません。そうは言ってもパンはパンでも菓子パンは全くと言っていいほど食べなくなりました。私はダイエットに禁止食材はないと思っていますが、脂質も糖質もカロリーもとんでもなく高くて朝から血糖値が爆上がりになる菓子パンを毎日の習慣にしているとやっぱり太りやすいのは事実です。それよりも食パンやベーグル、これらのパンにたくさんの野菜を乗せたオープンサンドなどをして楽しんでいます。菓子パンは玉のごちそうで美味しくいただくのがおすすめです。今日の朝ごはんは食パンの上に作り置きの煮卵や野菜を乗せてピザ用チーズを少しだけ加えました。卵は良質なタンパク質源でチーズも少量ならダイエット中でも問題ありません。こんな風に一つまみを振りかける程度を楽しむと贅沢な感じが出て、ダイエット中のひもじさや味気なさも軽くなります。使いすぎないコツとして親指と人差し指、中指でつまんで乗っける程度を目安にしています。
焼き上がりを見るとさすがにボリュームがありますが、今日は一日中動き回る予定なのでしっかり朝食をとることにしました。ダイエット成功前はよく朝食を抜いていましたが、ダイエットを始めてからは朝ごはんはほとんど抜くことはありません。そしてブラックコーヒーをカフェラテにします。我が家では豆乳や牛乳の代わりに無糖タイプのアーモンドミルクを愛飲しています。脂質も抑えられてビタミン E など摂取できてあっさり癖がなくてとても美味しいです。今日の朝食はキノコメインでカロリーを抑えつつも食物繊維が取れて、ちくわと卵とチーズからタンパク質も取れる満足感のある工夫をしています。食べない、我慢するというよりも工夫をしながらダイエットに向いている食材を使って美味しく食べるというのが私のモットーとなっています。朝ごはんを食べたら、ここから Apple Watch を使ってどれくらい1日の活動量、つまり消費カロリーを稼げるのかを実験していきます。この日は朝起きてすぐに毎日のルーティーンである軽い朝ヨガを10分ほどやったのみ、9時40分の時点で67キロカロリー消費したというところからスタートです。私は必ずこのブリタの浄水カートリッジ付きポットにお水を入れておき、こまめに水分を補給するようにしています。ダイエット前はお水を飲む習慣がなかったんですが、ダイエットを始めてからしっかりとお水で水分補給をする癖をつけました。このポットで約1リットルのお水が入りますが、午前中でこの1リットルを一度飲み切るようにしています。そして午後から寝るまでにかけてさらに500ミリリットルを飲むという感じで、トータル 1.5 リットルの水を飲むように心がけています。ロボット掃除機はありますが、階段の掃除はロボットにはできないので人力で掃除をしています。こういう階段の上り下りは何度も繰り返すと結構いい運動になります。そしてこの日は普段あまりしない拭き掃除もしました。私これすごいおすすめです。ここからファインで売っているこの二度拭きいらずの拭き掃除万能シート、めちゃめちゃいいです。こんな感じで厚手なんですけど結構大きくて、折りたたみながらひっくり返して何回でも使えます。すごいしっかりした生地。シトラスオイルが配合されて電気製品、家具、窓ガラスなどの汚れをすっきり落としますっていうやつです。使った後もねベタベタしないのですごくいいんですよ。家中拭ける感じですね。窓ガラスを拭いたり手垢のついている家具などを拭いたりしています。こうやっていろんなところを拭いて回る動きは腕やお腹、体幹を使うので、一生懸命やっているとなかなかの全身運動にもなります。こうして2階への上り下りも何度も繰り返し汗だくでした。次に2階で洗濯物を干します。これも意外とカロリーを消費する感じがありますね。洗濯物を持ち上げたり体を伸ばしたりしゃがんだりと全身を使っている感じがします。こうやって体を動かすことで代謝も上がってきて汗ばんでくるのがわかります。これは皆さんも経験があるのではないでしょうか。すでに体の中でカロリーをエネルギーとして使っている証拠だと思って嬉しくなってきてます。そして家事の合間に仕事のメールを返したり作業を進めたりもしています。在宅で仕事をしているので自分で時間管理をしなければならず、家事をしながら仕事をするというのが毎日のルーティンになっています。寝室のベッドの下のほこりはロボット掃除機が入らないので人力でやるしかありません。毎週必ず1回はベッドの下のほこりを吸い取りますが、この体勢でやる掃除機がけもこれもなかなかの運動で、毎回じんわりと汗をかきます。そしてまた合間に仕事をします。仕事と家事を交互にこなす日々ですが、こうすることで家の中もきれいになり、しっかりとカロリーも消費できるんです。というのが理想の話で、私はいつも家事の方が後回しになりがちです。根本的にまめに動き回るのが嫌いで、怠け者な本質はダイエットしても変わりません。はいはい。さて、ここから昼食の準備に入ります。切り干し大根とごぼうとカニカマでさっぱりとした和え物になってます。この日はほとんど作り置きの副菜を使うのと、メインも前日に使っていた鶏手羽元の煮物をスープカレーにアレンジします。この鶏手羽元と根菜の塩煮、これに特製のニラタレとカレーパウダーを使ってスープカレー風にするレシピです。これは私が6月3日に出したレシピ本の中に掲載されていて、実際に作ってくださった方からも煮物がカレーになるなんて感動したと大好評です。今回のレシピ本は一度作った料理を
次のご飯でアレンジしてまた別の味の料理に変えるテクニックを駆使しています。これが忙しい方にもぴったりです。実際私もこのレシピを再現していると調理の手軽さに我ながら感動します。手間を極力省いて、しかも味も美味しいので、気になる方は概要欄からチェックしてみてください。完成しました。前日に食べていた鶏手羽元と大根とごぼうの塩煮がものの5分で薬膳スープカレー風に早変わりです。じゃあいただきます。その前に10時前から動き始めて、仕事も少し挟みながら家事を黙々とやったら、それだけで結構、200キロカロリーを消費してます。いつも朝ウォーキング30分に出て、ヨガを20分ぐらいやって、筋トレを10分ぐらいやってて、消費カロリーが250キロカロリーくらいになっていたりするので、ちょっとは足りないけれども、そこまで大差ないっていう感じですね。一生懸命生きているだけでも、一生懸命動いていれば結構カロリーは消費する。引き続きやっていきます。朝ごはんをあれだけしっかり食べたけれど、お昼の時間にはお腹がペコペコになっていました。これは自分の体がしっかりとエネルギーを消費して食べたものをしっかり消化している証拠です。ずっと座りっぱなしでデスクワークをしている日はお昼になってもお腹が空かないこともあるんですが、この日は本当にペコペコでした。カロリー計算をしなくても1食の 5,6 時間後にちゃんと空腹感がある状態だと正しくエネルギーが使われている証拠にもなります。もちろんカロリー計算は食事改善に有効ですが、計算だけではなく自分の実際の体の中で起きているカロリーの摂取と消費のバランス、収支のバランスを自分の感覚で測ることも大切です。それを推測するときにこの空腹感を感じるかどうかも結構大事な判断基準です。それでは前編ここまでとなります。後編では毎朝のウォーキングとデスクワークの日のみというのと比較してどちらが消費カロリーが多いのかの結果を発表します。運動する時間がないことでダイエットが不利だと諦めている人に少しでも役に立つ動画になれば嬉しいです。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。猫倉理恵でした。